どうも復讐無敵の最強者ちゃんです。今日もソロ深き夜の続き、出撃します。強敵は瓦礫の王。夜ボス含め強敵なのは間違いなし。ただし私なら問題なし。さあ行きましょう。異物もいつも通り HP& 祈祷強化型。ストラゲスだと夜ボス対策は、意外とないわね考えてみたら。死の騎士で近接武器が強ければ時短になるってぐらいかな。初期一応この大教会はガビゴだったのでスルー。だとしても次どうしようかな。いまいちいい拠点がないしいきなりカボチャ行動行っちゃいましょうか。到着したよん。めっちゃ赤いんだけど。さすがに大丈夫よね。キーン FP 使い果たしてまだ半分残ってるどうしよこれ。祝福触ってくるか頑張って呪詛で倒すか。あでもヘレンが結構削ってくれてるからここはちょっと踏ん張りましょう。怖すぎる。当たったら絶対ワンパンよね。でもなんとか処理完了。こんなとこで神経使わせないで。いつも通り中央砦でいつも通り重装を強化。でもストラゲス相手にも重装は厳しいよね。やっぱり獣の石かな今回も。いや前回は結局使わなかったんだっけ。てか前回も見たこの流れ。敵は今回もやはり湿地騎士ねよ。予想通りルツボの騎士だったわ。でも今ちらっと見えたけど奥の槍ルツボ。やっぱ変みたい。このレベルだとさすがに厳しいよね。一旦剣ルツボ倒してレベル上げましょうか。どうせ一体倒すだけで FP もカツカツでしょ知ってる。ほらね。レベル上げと FP 回復できるから一石二鳥。よし今度こそ槍ルツボやります。おそらくは相当時間取られるけどもう1日目はこれで終わる覚悟よ。もう重装残り一発。打ち切ったら一旦祝福戻るか。さすがに成功は温存したいし。やばい、ニュホ。回避焦っちゃったでも考えようによっては悪くないかも。FP 全開になるし祝福往復するのと大して違わないわね。計算通り。デスルーラー&デスベホマよこれは。なお一番重要なファミリーは回復しない模様。よしフレデリック復活。これで大丈夫でしょう。地味に復活場所から近いのも助かったわ。フレちゃん早くタゲ取ってもろて。おじゃ。は？月のリーチを見誤って死亡？ここは素人チャンネルですか？一応先にちゃんとルーン回収しておいてよかった。ようやく撃破。時間かかるのは想定通りなんだけどね。レア潜在物理カット 18%。2回死んだ価値はあったわ間違いなく。奥のルツボも倒したら収縮の時間。まあでもそんなに悪くはないわね。ルツボはやっぱルーン美味しいし。さらに物理カット率を上げていく。武器は終わってるけどパッシブが強いわ今回。でも顧問だとさすがに死の騎士がきつい。最悪呪詛を強化かな。残りの宝箱も外れだったのでその最悪が現実に。でもショップでなんかなかったっけ？神聖番犬体験。いいじゃないこれで。ちょっとお高いけど進行補正ありで死の騎士の弱点もつける。またお世話になるわ番犬体験ちゃん。祝福が雨に飲まれる前にタッチしてレベル8。なんだかんだいつも通りね。さて夜ボスは霊廟騎士だから死の騎士。番犬体験買っておいて正解ね。前座2は重装でやっちゃいましょうか。どうせ次は重装もファミリーも使わないし。と思ったけど触れせばやられちゃったわね。残りはこの特大剣で削り切りましょう。はいオッケー。さて本番。だけどやることに変わりはなし。ひたすらバックスタ取るだけね。ちゃんとやりやすい長い斧から来てくれたのもよし。32倍速バックスタ祭り前編。はい1人目終了。32倍速バックスタ祭り中編。はい2人目。微妙に死んでなかった。じゃあ32倍速バックスタ祭り関係と思ったけどさすがにあったからファミリー出して重装でやります。バックスタ祭りは打ち切りです。重装強すぎて草。重装でもバックスタできるようになってほしい。などと意味のわからないことを言ってるのは無視して毒腐敗時持続回復きたー。ストラゲス相手には一番役立つやつね。これで長期戦になっても問題ないわ。
勝ちです対戦ありがとうございました。そういや最近なんか近接武器ばっか使ってるからか筋力上昇異物つけろだの成功捨てて漬物食ってろだの言われちゃってるのよね。いやメインはあくまで祈祷だから。祈祷より近接武器の方が強いなんて50回に1回のレアケースよ。祈祷強化積んでるからなおさらね。前回のダメージだけなら獣の石の方が出たかも。体勢崩しの快楽に負けてあっち使っちゃったわけだけど。今回こそは近接武器なんて使いません。祈祷と復讐者の強さをご覧に入れましょう。でもそのためには獣の石か栄翔速度上昇出てね。でないとストラゲスはやっぱり近接武器になりかねないから。って言ってたらラダゴン肖像来た。ほら天も祈祷を使えとそう言ってるわ。霊陽快速で移動中。そこの無属性ダイヤ H はどうかな？あっけん痛い湿地騎士。ノーサンキューです。話戻るけどやっぱ祈祷はマルチで飽きるほど使ってるからさ。ソロでぐらいチャンスがあれば近接武器も使ってみたいじゃない？でもそう思ってるならやっぱみんなの言う通り筋力上昇異物つけた方がいいのかもね。でもそもそも色の合う筋力上昇の異物がないのよ。集めてなかったから。まあ近接武器も使いたいって言ってもやっぱり今シリーズのメインは獣の石。筋力上昇異物使った戦いはまたいずれ動画化するわ。スカラベから聖なるサソリをゲット。聖属性使うかはわかんないけど一応取っておきましょ。北西の聖火事村で戦闘開始。変みたいだけど大丈夫？何か策があるの？策はなかったみたいです。ファミリー全滅で FP 切れです。どうすんのこれ、まさか残りを番犬体験で？ダメだ。やっぱり無理。もったいないけど成功切ります。なんとかなった。成功切って成功だったわ。ひもじの剣。これは、ありなんじゃない？静弱点つける姿勢なるサソリ持ってるし。ありありもらっておきましょ。また近接で戦う想定をしている。いや違うからね。二重に魔術祈祷強化ついてたから、それ目当てだから。なんだか冷える。雨のせいかな？いや氷のせいみたいね。ちょっと今嫌なタイミングだけど。ここで氷宿りしましょうか。あら HP 最大時カットアップ。いいじゃない。ストラゲス相手には少し腐ることもあるけれど、はいだけに。低気圧の中心に到着。ひもじの剣いい。音がいいよね音が。その後はザメル倒して神卓の使者たち倒してあっつめあと全員来た。毎回来てくれてありがたいわ。でも強化どうしよう。谷底の老獅子も烈殺。今回も変みたい運がいいわねさっきから。この後は、北の恐るべき強敵確認しましょうか。火の戦車再起を通過、もちろん戦うつもりはなし。でも通りがかりに1台爆発させて遊びましょう。車の安の楽しい。しかもお金までもらえる。そのまま再起を抜けたらボスは通常化身で大当たり。引き良すぎてチェイチェイ。洗剤はゴミ。収縮は北東だからそこの梶村で最後ね。ボスよりまず優先は爪痕聖員強化のための探石に。聖属性砦タイプならとりあえずここね。来た来た。ちゃんと鉄宝箱の位置覚えておいてよかったわ。いや全部覚えてるってわけじゃないんだけどね。最後にボスチラミ。通常なら倒す、変みたいならスルー。はいスルーです無理です。さて夜ボスは、アルトリウスね。武器どうしよ。まだ獣の石強化できてないし。さすがにひもじの剣だよね。そうだよね。使っていいよね。聖なるサソリもあるし確か一応静弱点だったよねアルトリウス。仕方ない。人を使いたかったけど泣く泣くここはひもじの剣で行きましょう。これなら筋力上昇異物つけろとも言われないしふふ。さあじゃあ戦いましょう。でも最初ぐらいはファミリーおとりで重装で削ってもいいような気もするけど。いや SP は後半に温存した方がいいわねだから剣使うべきね間違いない。アルトリウス近接は、正直あんまり得意じゃないんだけどね。近くにいると発生早かったり避けにくい技が多いから張り付きは厳しいのよね私には。遠距離で敵の攻撃待ち、であと隙に一発入れるのが安定かな。この回転斬りが近くだとなかなかに厄介。そっちの回転斬りは何も問題ないわ。私の編み出したジグザグ疾走回避法を使えばね。
あと式ロリ R1 だけじゃちょっともったいないかな。でもまだちょっと怖い。でも私ロリ R1 が月の武器大好き人形なのでやっぱりロリ R1 しちゃいます。でもここで戦技防げ N 刃。ロリ R1 の2倍以上出てるわ。戦技に FP 使うなら獣の石で使いは金5バヘ。ローリングが早すぎました。さすがにここで聖杯使うのはあれだしを取り出して回復しましょ。回復完了。もういい戻れセバスチャン。ついでに鉄砲玉5。もう話すことないし32倍速です。さて第2段階の深淵まとい。追尾弾にトラウマがあるのでとりあえず全力で逃げるわ。弾消えるまでおとりできる？瞬殺されたけど仕事はしてくれた。さあここからが第2段階よ。その攻撃は見つけるって。私史上おそらく一番の発明のジグザグ疾走避け。最後の叩きつけをロリ回避すれば攻撃チャンスね。あ、戦技入れてもよかったかこの後好きなら。まあ焦る必要はないわ。どうせそのうち深淵まとい重ねてどんどんダメージ上がっていくんだしね。第2段階からは各攻撃に派生で攻撃が追加されるから注意。踏み込みなぎの後は2連撃ね。危ない危ない。ここからはジャンプ突き差しがつかみに変化。ジェット回避できる分むしろサナヘ。おお。なんで反省持続長いのがジャスト回避できるようになるからむしろ第1段階より避けやすいはずだったのに。失態だわ。ジャスト回避意識しすぎて引きつけすぎたわね。HP 低下なくなるまでおとりで安全に立ち回る？いやさすがに60秒は耐えきれないか。普通に攻撃してればいいや。防げ N 刃。さっきより50ダメアップ。深淵まといのおかげね。そして2回目。またお取り出して追尾弾やり過ごしましょ。お、ようやく HP 低下消えた。与えるダメージも明らかに増えてきてるわね。ロリ R1 で削りが黄色になってるわ。再び防げ N 刃。674。強い。さっき食らったやつ。今度はちゃんと避けます。そしてまた防げ N 刃。第2段階の方が後引き大きい攻撃多いから戦いやすいかもね。神肌の人みたいな感じ。この攻撃は頑張って後ろに先回りしても攻撃できません。後ろ下がった分だけ最後のダッシュ切りで踏み込んできやがるからね。だからそればっかやられると困るんだけど。初撃の後に一発ぐらい入れるべきなのかも。直剣だし。3回目の深淵まとい。この時ファミリーを出すとちゃんとそっちの方狙ってくれるみたいね。なんでだろ。深淵まといでヘイト値リセットされるとか？セバスチャン以外でもちゃんとおとりになってくれるから追尾弾やり過ごすためにはかなり有用ね。これはマルチで一人になった時でも使えるいい学びだわ。防げ N 刃。お削れる。この夜、浅い。FP 切れたから抵抗使います。あれ？ FP 節約のために剣使ってるのでは？抵抗切るんだったら獣の石でいいのでは？いや獣の石はアンコモンだからね。さすがにレアのひもじの剣の方が強いはずだから。異物の祈祷教か？なんだっけそれ？まあ成功は2個までなら3日目で補充できるからね。さまよう祝福に放置圧迫されるのもあってソロだと2日目夜で結構使っちゃっていい説もある。4回目の深淵まとい。試しに重装一発入れてみたけど。あれ400ダメ？意外と出ない？いやさすがにおかしいか。あれの最中はダメージカット入るんだったっけな。セバス出すの遅れたからおとり失敗。危な。大体ジャスト回避だからあの攻撃の判定の大きさとか持続がよくわかってないのよね。多分第1段階のと同じだとは思うんだけど。ロリ R1 でもほぼ400ダメ。さすがにそろそろ終わりが近いわね。戦技はどう？ 900、なんだか胸がハルハルしてきた。じゃあ終わりにしましょう。最後も当然防げ N 刃。イエー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 イ。やっぱりアルトリウスは遠距離待ちなら楽ね。時間は多少かかるけど深淵まといで火力上がるからバカみたいに長引くこともない。まだ優しい方のボスだわ、DLC の中では。さて3日目。武器もポーチもタリスマンも悪くない。爪痕聖印も強化完了。問題はやっぱりどの武器で戦うか。
重装か獣の石かひもじの剣か。やっぱ獣の石かな。でもせっかく聖なるサソリ持ってるしな。静弱点だしストラゲス。やっぱとりあえずひもじの剣で行きましょしばらくは。FP 節約は大事だからね。さあ行きましょう。第1段階なんてノーダメでいけちゃうでしょアスアホ。ノーダメ終了のお知らせ。よりによって衝撃食らうことある？バカなの？いつも通りおとり召喚して回復。反落は動作遅いから決して避けにくくはないんだけど、一部の攻撃が衝動形態と同じようなモーションで違うタイミングなのが厄介ね。まあ見てから回避を意識すれば大丈夫か。あ、いつも通り距離取っちゃった。この攻撃もう長い間遠距離の方しか誘発してないから近距離版の回避に自信がない。あれ、てかもう亡者はいてくるんだったっけ？こいつらがいるとなかなかストラゲスに集中できないわ。ちょっと引き気味に戦って誘導しましょうか。お、特殊ひるみ。このひるみって何基準で起こるの？適当にチクチクやってても発生するから普通にダメージなのかな。その後しばらく安定戦闘なので16倍速です。体勢崩しきたきた。でもこれだけ削って1回目か。ダメ攻撃も戦技も使ってないとやっぱ全然ね。そういえばさ、耐性値に関して一つ疑問に思ってるところがあるんだけど、深度によって耐性値って本当に上がってるの？いやウィキにもちゃんと上がってるって書いてあるんだけどね。そもそも耐性崩し自体が私みたいな復讐者にとってはそこまで運がないから確信が持てないのよね。ほらフルボールの突き刺しの阻止しやすさとか体感は先よると変わらなくない？それともああいう系が特別なだけかな。追跡者とかブライカンメインでソロやってる人なら本当に耐性値上がってるかわかるよね？コメントよろ。さて画面の方は第2段階が始まってるわね。雑魚がさらに増えて完結戦もあるからここが一番厄介かも。さすがにここからは獣の石でいくわ。密着当てなら400だね。ひもじの剣 R1 が280程度だからさすがに差があるわ。でも思ったほどじゃないかも。静弱点で聖なるサソリ持ってるからだろうけどもし獣の石がなくても十分戦えるわね。あっぶな、ミミズがおもどき。こいつがほんと厄介。安心して戦わせてくれないわ。あ、ソロだから別に衝撃波重ねなくてもいいんだった。でもスイッチで重ねちゃう。ストラゲスさんミミズがおもどきの処理お疲れ様です。ほわ。あいつ死ぬときって攻撃判定あるの？初めて知った。しかも地味に威力高いし。さすがに聖杯飲むか。回避ミスった。ガードで軽減してこのダメージ。やっぱ腐敗で HP 最大時カットアップを消されてるのが辛いわね。いや雑魚と完結戦で攻撃チャンスが少なすぎる。ファミリーを雑魚のおとりにすべきか？こいつらストラゲスじゃなくて私の周りに湧くのが厄介なのよね。雑魚から距離取ってもすぐ湧いて安全な場所じゃなくなるし。何よりストラゲスの足が遅いのが一番困る。距離取ってもストラゲスよりミミズがおもどきの方が先来ちゃうのよ。気づいたけど3連衝撃波はチャンスね。周りの雑魚を一掃してくれるから少しの間だけど安全に戦えるわ。雑魚引きつける用のセバスも出して今が削り時。あれ獣の石じゃなくて重装になってた。いやてか重装でよくね？近づけるチャンスが少ないなら遠くから攻撃すればいいじゃない。それに重装なら雑魚も巻き込んで始末できるし。これはさすがに遠すぎだけど。いやキモいキモい。来んなお前ら。ストーラいつも処理ありがとう。攻撃バフは許してあげる。でも完結戦に攻撃バフ乗せるのは卑怯だからやめてね。あ、セバスがタゲされちゃった。もったいないから戻りなさい。こっちに攻撃を誘導。あなたの攻撃は私の攻撃。適当にずらして周りの雑魚殲滅します。いいねいいね。雑魚亡者ごときに自ら手を下す必要はなし。でも時には自ら手を下すこともあり。こういう時に周りを巻き込めるのが重装の利点ね。今回ラダゴン肖像もあるし最初からこれでやっとけばよかったわ。攻撃バフが偉いことに。12はやばいって。まあ攻撃食らわなければいいだけだけど。あれ？今死んだ？カリボ音響発動した？はい見事に完結戦食らってました。HP
HP 満タンまで回復してないのがあだになったか。いやでもあの攻撃バフじゃ貫通ワンパンだったかもだけど。はい、後ろのキモいやつの処理お願いします。削りきれなくてもストラゲスの攻撃ならひるんでくれるのも助かるわね。よしこれで終わり。ミミズがおもどきって上限数あるのかな。3体までは見たことあるけど。にしても苦戦したわ。反落形態は近接戦闘厳しいのね。雑魚湧き始めてからは遠距離攻撃の方が圧倒的に戦いやすいわ。範囲攻撃で雑魚巻き込める重装はむしろ最適まであるかも。なぜもっと早く気づかなかったって真剣に考えてみたけど、DLC 直後にソロで挑んだ時は重装がフィールドに吸われまくった時代だったわね。さっきまで重装が選択肢から外れてたのはそれが一因かも。さて衝動ストラゲスだけど、もう成功3つしかないわね。仕方ない、前半はひもじの剣で1しかないわ。いやー大変だ大変だ。あっまあ行き過ぎて方向食らっちゃったボアホ。ちょ。また開幕被弾。しかも衝撃どころか動き出す前に食らってるんだけど、これは開幕被弾縛りですか？仕方ないからいつも通りセバスを取りで回復よ。さあここからが本当に勝負。ダメージはいかこと？ 263 も出れば十分。実際適正内物適当に持ち込んだら一発100台なことも全然あるだろうしね。もう特殊ヒルに？ダメージ基準にしては少なすぎるような気もするけど、まだ3発しか入れてないし、本当にどういう仕組みなんだろ。生物性が関係してたり？いやでも別に何の武器でも発生するようなイメージあるけどな。攻撃チャンスの一つはパンチの後ね。他からパンチに派生することはあるけどパンチからはないからね。そしてもう一つの攻撃ポイントは押しつぶし。セリエに刃を食らいなさい。いいね。雑魚のいる反落形態やアルトリウスと違ってコンスタントに攻撃入れられる。これならそのうち耐性も崩せるはず。でも近接だとこの連撃種やることないわね。降臨なら適当に連打してるだけで何発か入るんだけど。きた。地名美味しくいただきます。ダメージも結構出てる。反落形態とは打って変わってガンガン削れるわね。何も起きないので16倍速です。もう第2段階？近接なのに早すぎ。そろそろ獣の石にバトンタッチしてもいいだろうけど。もうちょっとだけひもじの剣でいこうかな。ほらここからめちゃくちゃ長期戦になるかもしれないし。獣の石に変えたらリズム崩れてボコボコにされちゃうかもしれないし。何より、文字でできた剣って、かっこよすぎるでしょ冷静に考えて。でも狭間の地では使ったことないです。デカットもほぼ使ったことないです。この攻撃、さすがに近距離で避ける方法なんてのはないのかな？ソロ界でジャンプ回避知らずに色々回避試してみたけどどれも安定しなかったもんな。ここはさすがに重装で一発入れよ。おぼふ。歩いて衝撃波に突っ込んで死んだ大バカ者はこちらです。おそらく YouTube 上全ストラゲス戦の間抜けな死に方ランキングでも上位にランクインするでしょう。おめでとうございます。シーン最初の完結戦除けばほぼ無被弾だったのに。にしてもさすがの威力ねあの衝撃波。トコマリ &HP 上昇3済み&最大時カット 32% なのに貫通してワンパンしてきたわ。それでこそ震度5ね。そしてついに獣の石解禁の時間です。威力はやっぱりほぼ400。まあ強いわねやはり。もちろん最初から使っていくのが正解だったと、冷静になれば思いますねほら稼げめちゃくちゃ削れて笑った。獣の石最強。しかも体勢崩し。こういう時のためのひもじの剣よ。右手両手持ちから左手両手持ちに変えるのがめんどくさすぎる。これが前も言ったけど右手員の重大な欠点ね。でももう諦めた。一生付き合っていくわ。さてそして最終段階。はいの姉モードね。最大時カット無効化されるからさっさと攻めたい。でもしばらくは完結戦も発動中だから周りにも気を配る必要もある。なかなかに厄介。これが残り 20% からの攻撃でポンパウ。いったー。引き寄せ攻撃ってそんな判定出るの早いのね。というより当たり判定が大きいのか。回復してもすぐ発症しちゃうな。それはラッキー。
どうせ攻撃まともに当たらないし回復します。後ろで暴れまくってるのシュールな絵面ね。別に必要ないんだけどやっぱり衝撃波重ねちゃうわね。さっきミスった重装は、いやまず SP 回復だったわ。ようやく衝動形態1個目の成功。成功1個で獣の石なら敵体力3割以上は削れてる計算。いや2回回復使ってるから実際はそれ以上か。にゃは。うわ叩きつけ引っかかった。前も食らった気がするけど余波のダメージ量じゃないのよこれ。お、大技。これかわしたら終わりかな。いや最後ぐらいアーク使っちゃいましょ。はい終了です。そんな特大硬直なのに一切ダメカットないのがあなたの敗因の一つ。イエイイエイイエイイエーイ。なかなか長い戦いだったわね。さすがは瓦礫の王だわ。でも厳しいのは衝動よりむしろ反落ね。セバースもいつもおとりありがとう。今回も無事勝利できました。さて一見すると結構余裕があったように見えるかもだけど、実際はもっと苦戦してもおかしくなかったわ。戦闘中はあえて触れてなかったけど、反落形態であれだけ長引いた割にそこまでリソース消費しなかったのはパッシブのおかげ。毒腐敗発生時持続回復様々ね。これがなかったら回復に FP 取られてだいぶやばかったかも。本当に獣の石じゃなくてひ文字の剣でずっと戦うことになってたかもね。まあ今回長引いたのは反落形態での重装の適性に気づいてなかったせいもあるから、次からはそこまで長引かないかもだけど。あと思ったのは爪痕聖印にたまたまついてた火を降り注げ、反落にはこれ使うのもありだったかもね。火も弱点だし、亡者も巻き込みやすい。炎属性で亡者倒せばダメージフィールドも作れるのもいいわ。引き打ちすれば自分が食らうことはまずないしね。こんなところかな？さてこれで4連勝。意外とこのまま無敗で全とこよ倒せちゃったり？私ならいける。てか負けるはずないわ。なんたって最強無敵だし。では今回もご視聴感謝。また見てね。